2026年3月、韓国、ソウル市内の病院で、一人の男性が壁にもたれて座り込んでいた。声も出なかった。涙さえ、もう枯れ果てていた。その手には、小さな赤いボールが握られていた。6歳の娘が、事故の前日に、パパ、一緒に遊ぼう、と差し出してきたボールだった。医師の言葉は、短かった。お嬢さんは、先ほど亡くなりました。交通事故から72時間。集中治療室のガラス越しに、娘の小さな胸が上下するのを見守り続けた時間が、その一言で終わった。母親は廊下に崩れ落ちた。父親は動けなかった。ただ、そのボールをぎゅっと握りしめていた。後に、父親はこう語っている。あの瞬間、病室の窓から光が差し込んできた。まるで娘が、その光の中へ走っていくような気がした。と、根拠のない話だと、誰もが思うだろう。しかし、その、光の感覚は、この家族にとって終わりではなかった。むしろ、10年にわたる不思議な出来事の始まりだったのだ。娘の名前はジウォン。生前、毎日あのボールで遊んでいた。彼女がいなくなった部屋は、両親によってそのままにされた。おもちゃも、ベッドも、ボールも、何一つ片付けられることなく。では、あの夜以来、その部屋で何が起きていたのか。次のパートでは、ジウォンが生きていた頃、事故が起きる。あの運命の日の前日まで、を振り返る。ジウォンは、笑顔の絶えない子だった。2019年の秋、韓国のある地方都市に、一つの家族が静かに暮らしていた。父のスホ、母のミジョン、そして6歳になったばかりの娘、ジウォン。3人家族の、ごく普通の、穏やかな日々。ジウォンは活発な子だった。朝起きると真っ先にリビングへ駆け込み、お気に入りのボールを抱えて遊び始める。そのボールは、誕生日に父からもらったものだった。淡いピンク色で、表面に小さな星のマークが描かれていた。彼女はそれを、星ちゃん、と呼んで、どこへ行くにも持ち歩いた。食事中も、お風呂の前も、寝る直前まで、ジウォンとボールはいつも一緒だった。母のミジョンは、当時のことをこう語っている。あの子は本当にそのボールが好きで、手放す瞬間を見たことがなかった。と、2019年11月14日、その日は、何もかもが普通だった。朝、ジウォンは保育園へ向かった。連絡帳には、今日も元気です。と書かれていた。午後、父のスホが迎えに行く予定だった。ミジョンは夕食の準備をしながら、娘の帰りを待っていた。しかし、スホからの電話は、夕方5時過ぎになった。声が、震えていた。横断歩道を渡っていたジウォンに、一台の車が突っ込んだ。ドライバーは赤信号を見落としていた。ジウォンはその場で意識を失い、救急車で運ばれた。ミジョンが病院に駆けつけた時、娘はすでに手術室の中にいた。廊下で膝をつくミジョン。隣で壁を叩くスホ。二人は、ただ祈るしかなかった。手術は、5時間に及んだ。そして、次のパートでは、ジウォンの意識が途絶えたあの瞬間、彼女の魂に何が起きていたのかを、証言をもとに辿っていく。手術台の上で、ジウォンの心臓が止まった。その瞬間、彼女は、自分の体の外にいた。天井の近くから、自分を見下ろしていた。白い光の下で、医師たちが必死に動いている。誰かが叫んでいる。でも、音は遠かった。まるで水の底から聞こえるように、くぐもっていた。ジウォンは怖くなかった。という、むしろ、不思議なほど穏やかだった。体がない。痛みがない。ただ、ふわりと、そこにいた。医師の一人が、除細動器を手に取った。ジウォンはそれを、上から見ていた。自分の小さな胸に電流が走る瞬間も、はっきりと見えた。でも、感じなかった。あの子は、何かを見ていた。後日、ジウォンが語ったのは、医師たちの動きだけではなかった。手術室の隅に、白い服を着た人影がいた。という、顔はわからなかった。でも、怖くなかった。その人影は、ただジウォンを見ていた。優しく、静かに、医師たちには、見えていなかった。ジウォンは後になって、こう言った。あの人が、帰っておいで、って言った気がした。と、意識が戻ったのは、手術から3時間後のことだった。ミジョンが手を握ると、ジウォンの指が、かすかに動いた。それは、奇跡と呼ぶしかない瞬間だった。でも、ジウォンが本当に見ていたものは、まだ誰にも
伝わっていなかった。次に彼女が語ったのは、暗いトンネルと、その先に広がる光のことだった。次に彼女が語ったのは、暗いトンネルと、その先に広がる光のことだった。ジウォンは言った。気がついたら、どこか知らない場所にいた。と、周りは真っ暗だった。でも、怖くはなかった。不思議なほど、静かで、穏やかだった。その時、遠くに光が見えた。白くも、眩しくもない。柔らかな、暖かい光だった。そして、その光の中に、小さな影があった。ジウォンは、目を細めた。影は、こちらに向かって走ってきた。小さな足音が聞こえた気がした。ソヨンだった。と、彼女は静かに言った。6歳で言った。あの子だった。ソヨンは笑っていた。あの頃と、全く同じ笑顔で、手を伸ばしてきた。ジウォンは、その手を掴もうとした。でも、指が触れる直前に、光がすっと遠ざかった。声が聞こえた。まだ来ちゃダメ。と、子供の声だった。間違いなく、ソヨンの声だった。その瞬間、ジウォンは引き戻された。どこかへ、強く、目が覚めた時、天井の白い甲が目に刺さった。機械の音が耳に届いた。ミジョンが泣いていた。ジウォンはゆっくりと、口を開いた。あの子、元気だった。と、ミジョンは声を上げて泣いた。それは悲しみの涙ではなかった。言葉にならない何かが、胸の中で崩れていく音だった。ジウォンが見たものは、夢だったのか、幻だったのか、誰にも、断言できない。でも、一つだけ確かなことがある。あの夜から、二人の時間の流れ方が、少しだけ変わった。ソヨンの部屋の前を通るとき、もう足が止まらなくなった。扉の向こうに、何かがいる気がした。怖さではなく、ぬくもりとして、次に彼女たちが直面したのは、教会、という問いだった。あの子はどこにいるのか、この世とあの世の間に、本当に境目はあるのか、そして、あのボールは、今夜も動くのだろうか。教会、その言葉が、二人の頭の中をぐるぐると回り続けた。この世とあの世の間には、本当に壁があるのだろうか。もしあるとしたら、それはどんな形をしているのか。ソヨンが言ってから、5年が経っていた。両親は毎晩、同じ問いを繰り返していた。あの子は今、どこにいるのか、痛みの中にいるのか、それとも、まだそこにいるのか。カメラの映像を見るたびに、胸が締め付けられた。誰も触れていない。風も吹いていない。それなのに、ボールは動く。同じ時刻に、同じ方向に、同じ速さで、物理学者は首を振った。説明できない。と、静かに言った。心理学者も、同じ言葉を繰り返した。科学の範囲を超えている。と、しかし二人にとって、それはもう答えではなかった。答えは、もっと単純なところにあった。あの子は、まだ遊んでいる。6歳のまま、笑ったまま、あの部屋の中で、今も、父親がある夜、扉の前に立った。手をドアノブにかけた。しかし、開けることができなかった。境界を越えることへの恐れではなかった。壊してしまうことへの恐れだった。もしも扉を開けた瞬間、何かが消えてしまったら、そう思うと、足が動かなかった。母親は、廊下の端でそっと目を閉じた。ソヨン、と、声に出さずに呼んだ。その時、部屋の中から、かすかな音がした。コロ、と、転がる音が、二人は顔を見合わせた。涙が、頬を伝った。教会は、思っていたより薄かった。そして、それは恐ろしいものではなかった。暖かかった。あの子の手のひらのように、暖かかった。この夜から、二人は理解し始めた。教会とは、隔てるものではないのかもしれない。と、むしろそれは、つながり続けるための、静かな扉なのかもしれない。と、次の夜も、ボールは動いた。そして二人の見ていた景色は、少しずつ、変わり始めていた。5年間の記憶が、ゆっくりと蘇る。ユジンが初めて歩いた日のこと、よちよちと、不安定な足取りで、それでも笑いながら、前へ進んでいた。あの小さな手が、父親の指をぎゅっと握った瞬間、母親が思わず涙をこぼした。あの春の午後、すべてが、まるで昨日のことのように鮮明だった。6年間という時間は、短い。あまりにも、短すぎた。だが、その6年間に、どれだけの愛が詰まっていたか、二人は今、改めてそれを問い直していた。ユジンは走り回っていた。狭い部屋の中でも、外の公園でも、
あのボールを抱えて、声を上げて笑っていた。生きることが、そのまま喜びだった。疑いなく、ためらいなく、ただ、今という瞬間に全力で存在していた。それが子供というものなのか、それとも、友人だけが持っていた、特別な輝きだったのか、二人には、もう確かめる術がない。しかし今夜、その問いの意味が少し変わった。確かめられないことが、悲しみではなくなっていた。ボールはまた、静かに動いた。誰も触れていない。風もない。それでも、確かに、動いた。これはもう、偶然と呼べるものではなかった。物理学者も、心理学者も、首を横に振るだけだった。説明できない。と、だが二人には、説明など必要なかった。感じていたから、あの子が、まだここにいると、部屋の空気が、柔らかく揺れているような気がした。母親は静かに目を閉じた。父親は、ただ前を見つめていた。失ったのではない。と、二人は今、初めて思えた。形が変わっただけで、ユジンはまだそこにいる。笑いながら、ボールを転がしながら、ずっと、二人のそばで、その気づきが、胸の奥にじわりと広がった瞬間、二人の、帰る場所、の意味が、静かに塗り替えられていった。その気づきが、二人の胸に静かに広がっていった。失ったのではない。形が変わっただけだ。その言葉は、もはや慰めではなかった。確信だった。それから数日後のことだった。父親は、ある朝目が覚めた時、不思議な感覚を覚えたという。胸の中に、長年仕えていたものが、すっと抜けたような感覚だった。重さではなかった。むしろ、何か温かいものが、そこに入ってきたような感じだった。母親も同じだったと、後に語っている。あの日の朝、私は初めて、娘の名前を叫ばずに呼べた気がした。泣き叫ぶのではなく、ただ、呼びかけるように、ユジン、おはよう、と、それだけで、胸の奥から何かが答えるような気がした。病院のカウンセラーは、二人の変化に気づいた最初の一人だった。10年以上、深刻なうつ状態と悲嘆反応が続いていた二人が、ある時期を境に、表情が変わり始めた。医療的な説明はできません。と、担当医は静かに言った。ただ、あのご夫婦には、何かが起きた。それは確かです。心理師もまた、首を横に振りながらこう述べている。悲しみが消えたのではない。悲しみの意味が、変わったのだと思う。ボールは、今も時々動く。深夜、誰もいない部屋で、カメラだけが静かにそれを記録し続けている。だが二人はもう、恐れない。カメラの映像を見るたびに、今は微笑む。また遊んでいるね。と、父親が言う。元気そうだね。と、母親が答える。それが、二人の、帰る場所、に変わっていた。娘がいる部屋、娘が笑っている部屋。そこは、喪失の場所ではなく、再会の場所になっていた。その変化は、ある朝突然やってきた。母親が目を覚ますと、胸の奥が、静かだった。いつもある。あの重さがなかった。5年間、毎朝起きるたびに感じていた。あの石のような痛みが、消えていた。父親も、同じ朝のことを覚えている。なんだか、娘に会ってきたみたいな気がした。と、彼は言った。夢ではない。ただ、確かな感覚があった。娘は、まだそこにいる。離れていない。その確信が、二人の毎日を根底から変えていった。まず変わったのは、娘の部屋への接し方だった。以前は、ドアを開けるだけで涙が止まらなかった。今は、朝に、おはよう、と声をかける。夜には、おやすみ、と言って、電気を消す。まるで、娘がそこで眠っているかのように、周囲の人間は、最初、心配した。現実から逃げているのではないか。と、だが、二人の顔は、以前とまるで違っていた。憔悴ではなく、穏やかさがあった。悲しみを抱えながらも、前を向いていた。友人たちは、少しずつ気づき始めた。何かが変わった。と、あの二人が、戻ってきた。と、父親は、仕事に復帰した。5年ぶりに、笑って話せるようになった。母親は、近所の子供たちに関わるボランティアを始めた。娘の分まで、子供たちの笑顔を守りたい。と言った。娘の死が、二人を止めていた。だが今は、娘の存在が、二人を動かしていた。喪失が、使命に変わっていた。そして、ボールは今も動く。誰も触れていないのに、
深夜の部屋で一人で寝転がる。カメラはそれを静かに記録し続けている。科学はこの現象をまだ説明できていない。物理学者も心理学者も言葉を持たない。では、これは何なのか？霊的な現象なのか？それとも別の何かなのか？次はその問いに向き合う番だ。科学と霊性、この二つは長い間対立してきた。どちらが正しいのか、どちらが真実なのか、人間は常にどちらかを選ぼうとする。しかし、この現象の前ではどちらの言葉も止まった。物理学者は言った。重力の方向とボールの動く角度が一致しない。と、床の傾きを測定した。振動の記録を調べた。気流の変化も分析した。それでも説明がつかなかった。心理学者は言った。良心の強い思いが視覚を歪めている可能性がある。と、しかし、カメラは感情を持たない。映像はただ事実を映す。そこに映っていたのは誰も触れていないのに動くボールだった。科学はなぜ動くかを問う。しかし、この部屋で起きていることはなぜよりも先に何を伝えているかを問いかけてくる。それが霊性という視点だ。霊性とは迷信ではない。人間が論理の届かない場所に直面したとき、それでも意味を見出そうとする力だ。娘を失った両親は最初恐れた。次に疑った。そして最後に受け入れた。娘はここにいる。と、その確信は証拠からではなく体験から生まれた。科学が不明と記録したものを二人は愛と呼んだ。どちらが正しいのか誰にも断言できない。しかし一つだけ確かなことがある。この現象は二人の人生を変えた。そしてボールが伝えようとしているものがもしあるとすれば、それは次の問いへと続いていく。あのボールは何を語りかけているのか。あのボールは今も動いている。誰も触れていないのに、誰も呼んでいないのに、両親はもう止めようとはしない。止めることをやめた日から二人の心に静けさが戻ってきた。娘は言ったのではない。ただ見えない場所でまだ遊んでいる。そう思えるようになった時、初めて涙が笑顔に変わった。科学は説明不能と記録した。しかし両親にとってその答えはずっと前から決まっていた。愛は形を変えても消えない。命は終わってもつながりは終わらない。あなたの身近にも気づいていないだけで誰かのメッセージが隠れているかもしれない。小さな偶然、繰り返す夢、ふと感じるぬくもり、それを気のせいと片付ける前に少しだけ立ち止まってみてほしい。あのボールが語りかけていたのは娘の声だったのかもしれない。まだここにいるよと。